はい、どうもブロです。今回はですね、アークエアガウジングを使用して横向き裏発離をやっていきたいと思います。アークエアガウジングの注意点と、血管ができにくい埋め方と、うまく発離やり方を解説していきたいと思います。アークエアガウジングの注意点ですね。注意点として、エアの圧力ですね。僕の会社では、こんな感じのコンプレッサーと、圧力を5キロ以上上げた状態で使用しています。エアーの圧力が弱いとですね、スパークはするんですけど、カーボンが貝先面にこびりついたり、カスですね、ノロと言われてますけども、飛びにくくて外れないんですよ。なので、なるべく5キロ以上上がった状態で使用しています。寒い地域ですと、もう夜凍っちゃってですね、ドライヤーっていう機械を使わないとエアーが出てこなくなっちゃうんですよ。凍らない対策はしてます。で、あとですね、ガウジングの飛ばす方向ですね。でもこれ結構初心者の方だったらやることにだけ集中しちゃって飛ばす方向を考えない人が結構多いんですよ。右利きの人だったら左から右にこう飛ばすやり方しかできないっていうか結構難しくてですね、そういう場合はしょうがないんで、飛ばす方向に必ず可燃物とかがないように自分で確認しながらやらないといけないんですよ。慣れてきたらですね、右利きの人でも左手で持ってこう飛ばすやり方とかできると思うんですけど、慣れてきたらやっぱり左手に持って、右で器用にやる方もいると思うんですけど、左手に持ってこうやるっていう練習もしていかないと厳しいのかなっていう場面はあるとは思います。たまに本当に飛ばす方向可燃物になって燃やしちゃったとか、窓あるのに火を窓に飛ばしちゃって窓なんか焦げちゃったとか、結構ざらにある話だと思うんですよ。なのでこの辺はもう強くちょっと皆さん気にしてない方がいたら意識してやってみたらいいんじゃないかなって思います。埋め方ですね。先に解析から埋めていくと思うんですけど、途中で映像もあるんで、それを見て詳しく解説していきたいとは思うんですけど、1パス目ですね、結構溶接速度をゆっくりやってしまうと発離面が結構深くなってしまいます。プール先行するみたいな感じになっちゃうんで、溶け込みが浅くて、その分発離の深さが深くなっちゃうんで、いろんなやり方あるんで、血管分かりやすいからそうやってやってるっていう人もいるかもしれないですけど、僕は結構早めに溶接速度を走ってやるタイプなんで、映像をちょっと確認してもらって、その時にちょっと詳しく解説しようと思います。裏発離の時に、血管出てしまうっていうのは、そもそも発離方がガタガタとか凹凸あるようになりすぎてるっていうのも、なくはないんですけど、あと最初の埋め方ですね、それもあるんですけど、横向きの発離って見落としやすいのって貝先側なんですよ。貝先側の血管って見えにくくてですね、やっぱ発る時に発ってる面を貝先側も、下側もですけど見える状態で発らないと結構見落としてしまいます。慣れてきてもう最初の自分の溶接、これぐらいでやったら、もう血管は最初の初走にしかないとか、もう分かってやってる方でしたら、別に解析化とか見なくても、ちゃちゃっとやれる人いるんですけど、慣れてない方は、やっぱり基本はちゃんと見える位置で発ることがとても大事だと思います。実際にこれから映像でやってるところの車高として映像もあるので、ちょっと確認でそちらを見ていただければ分かりやすいかと思うので、とりあえず工場の方、ちょっとこのまま飛びたいと思います。横向き裏発離は亜鉛メッキ仕様のエッジ柱の時にありますかね。積層はこんな感じでやっていきます。通常はこんな感じの積層になるかと思いますが、失敗してさらにパスを持ってます。
1パス目は必ず血管ができてしまうのですが、問題は2層目の埋め方ですね。基本的には僕の横向き動画の通りやってもらえば血管にはなりません。こちらは1発走った後に2パス目溶接終わった後のビードなんですが、1パス目のビード下側だけを狙っている状態でプールが1パス目上部にかぶりすぎると血管になりやすいです。狙い位置がずれるとビードの際にプールがかぶり血管になりやすいです。なるべく1パス目を残すやり方を心がけてます。このように3パス目を持った時にビード下部がオーバーラップするのも血管になりやすいので注意。あとはプールの先行に注意ですね。この2パス目の狙い位置なんですけど、やっぱりこの角狙うのが一番理想です。でちょっとパパッとやってやっぱりちょっと狙い位置がこの上、ワイヤーがビードの際よりちょっと上狙ってしまうとですね、このスタートした瞬間にプールが重力でやっぱこの下に落ちちゃうじゃないですか。こうなってしまうとこの解けないですね。やっぱりその狙い位置はこの角を狙って2パス目を溶接することが望ましいです。スタートするときにですね、この、ビードがあったらですけど、こうタブがあったら、スタート位置、こっちからこう溶接していくんですけど、僕はこの辺からかな。スタートして、バックステップでこの端までやってこう進むような感じですね。こっちの端でスタートしてもいいんですけど、バックステップした方がやりやすいとは思います。祭りの時って血管になりやすい部分ってこの端とこの真ん中、ジャマイタみたいになってる場合はこの真ん中とこっちの端なんですよね。でこっち側こう溶接してってこのジャマイタ部分、最初はいいんですけど、こうつなぐ時にですね、前AW の時にも投稿してあるんですけど、なんていうんですかね、このノズルあってこのワイヤーあってアークがこうあるじゃないですか。やっぱりこうつなぐ時にこういうクレーターがここにできるじゃないですか。でこっちからこうつなぐ時にやっぱりこのプールがアークより前にこういう風に先行しながらこのクレーターの方に行くのはあんまり望ましくないと思います。なのでこのアークよりプールが出ないようにこういう形でなるべくこのクレーターをアークで当てながらこうクレーターを溶かしていくっていうやり方をすると、血管はなりにくいですね。ガウジングで発るときは角度は30から35度を目安に発っていきます。発り形状は埋めやすい U の字が理想です。
そこそこ調節できた感じだと思います。はい、どうでしたでしょうか。今回アークエアガウジングについての横向き発理ですね、やらせてもらいましたが、血管出てしまう方はもう何が良くて悪いのかっていうのが、そもそもわからないと思うんですよ。で、僕自身も昔血管出しすぎてもう怒られて、もう散々もう辛い思いしてきたんですけど、こちらの動画を見てですね、少しでも血管が出ないやり方を分かってくれたらなっていうのは思いはあるんですけども、やっぱりその血管ってやっぱ辛いですよね。なんで血管できたんだろう。やっぱ技量ないと、やっぱずっとそのドツボにはまって、もう毎日毎日会社行くのも嫌になってきたりとかすると思うんですよ。もう本当血管出して悩んでる人特に思うと思うんですけど、血管出たら赤いチョークとかで書かれたりするじゃないですか、解析面とかに。結構ああいうの毎回休憩中とかみんなに見られたりすると結構辛いですよね。僕もその経験あるんですけど、でその挙句の果てにはみんなに言いふらされてバカにされてみたいなの結構ありましたね、僕も。で検査員が、自分より年上だったらまだいいんですけど、年下とかの方だったら毎回血管出してたら、いや何々さん血管出てましたとかって言うのも辛いですよね。年上の人とかだったら初った時に見えなかったら、実際そういうのあるんですけど、何もねえべやとかって言われたりとか結構逆ギレしてくるヨネスコの方とかもいるんじゃないかなと思うんで、お互い苦い経験したことある人はいると思うんですけど、少しでもやっぱり機械に反応しない溶接のやり方さえできれば、そんな言い訳みたいな感じでじゃなく、ビシッと決めれると思うんで、少しでもですね、これから僕の、数ある動画ありますが、そちらを見て少しでも改善してできるようになってくれれば、僕本望なので、これからもいろいろ動画投稿をしていきたいと思います。僕自身もいろいろ言われましたが、血管出しまくってた時は、とにかくもうムカついてたんで、もう絶対こいつ抜かしてやろうと思って、日々仕事してました。ぜひ血管ちょっと多く出て悩まれてる方は、自分には絶対できるって、いきなりはできませんが、そういう強い気持ちを持って頑張っていってくれたらなと思います。今回はここまで。